毎日新しい讃岐うどん店を紹介させていただいているヤグダウンと申します。今まで紹介したうどん屋さんは104軒、そしてその104軒の中から僕は今回讃岐うどんツアーの方1泊2日で組んでまいりました。今回組んだツアーのテーマは30代40代におすすめのうどん屋さん巡りということで、3、40代におすすめしたポイントとして、まず1個落ち着いた店舗、そして2つ目むつごくない、要するに胃もたれみたいなのをしない店舗で、もちろん前提条件としてうどんが美味しい店舗で選ばさせていただいております。出発地点ですが、県外から来られる人のことを考えて高松空港9時出発で行かさせていただきます。レンタカー使ってください。今回は1泊2日で合計8店舗に行こうと思っております。さあ、ということでまず記念すべき1店舗目に選んだお店は池内うどん店さんです。こちらのお店、高松空港からの距離は11キロ、時間で言ったら20分で着くことができます。ということで高松空港9時に出発、20分の時間をかけて池内うどん店さんに9時20分に到着。ここから少し長めに時間をとって10時20分まで滞在、そして次の店舗へ行くといったようなプランで行っていきたいと思います。最後までお付き合いいただけるととても嬉しいです。それでは行きましょう。出発進行。さあ、ということで第1店舗目、池内うどん店さんの簡単な説明の方をさせていただきたいと思います。それではまず美味しさの指標になる食べログ、そして Google の点数なんですが、食べログが 3.62、 そして Google が 4.0、 高いですね。定休日は毎週月曜日となっております。営業時間ですが7時から14時までなんですけど、玉切れ次第終了になるので少し早めに行ってください。そして住所は綾歌郡にあります。もし電車で来られる方は駅から3キロほど離れているのでちょっときついかもしれませんね。そしてこちらおすすめのうどんなんですが、アベックです。なんだアベックって思うかもしれないんですけど、アベックってうどんとそばの、ミックスのことなんですよね。製麺所さんだからそばもやってるんです。うどんそば一玉一玉ずつで330円で食べることができます。それではいただいていきます。それでは肝心のうどんなんですが、まず麺には程よいコシがあります。うどんの細さとそばの細さが一緒に食べることで絶妙な食感を生み出しています。そして出汁が結構特徴的で、結構濃い口の醤油出汁になってます。こちらに特製の唐辛子があって、それをかけて僕は食べてるんですけど、そのめちゃくちゃ辛い唐辛子とこちらの出汁がめちゃくちゃすごく合うんですよね。ぜひ試してみてほしいです。そしてこちらのお店、庭に鯉がいてすごくでかい鯉なんですけど、それを見ながら食べるっていうのもなかなか風情があっていいかなって思っております。ということでごちそうさまでした。次の店舗の方行ってみましょう。さあ、1店舗目はいかがでしたか。製麺所さんをスタートにさせていただきました。讃岐っぽいですよね。さあ、それでは2店舗目に選んだお店は坂出山下うどんです。山下うどんはいっぱい場所があるので、坂出の山下うどんさんです。ということで距離は11キロ、時間で言えば20分で着くことができます。池内うどん店さんを10時20分に出発、そこから20分の時間をかけて坂出山下さんに10時40分に到着、そこから1時間の時間をとって11時40分まで滞在、そして次のお店へ行くといったようなプランで行きたいと思います。ということで出発進行。さあ、それでは第2店舗目、坂出山下さんの説明の方させていただきたいと思います。それでは美味しさの指標になる食べログ、そして Google の点数からです。食べログが 3.75 点、Google が 3.7 点となっております。そして定休日なんですが毎週月曜日、ただし月曜日が祝日の場合はその翌日火曜日が休みになります。営業時間はちょっと注意してください。
火曜日から金曜日が8時から16時まで、そして土曜日が8時から15時まで、日曜祝日が8時から14時までとなっております。そして住所なんですが、香川県の坂出市といったところにあります。電車で来られる方は最寄り駅から1キロ程度、徒歩で15分ぐらい離れているところにあります。おすすめのうどんはかけうどんです。小が200円で食べることができるんですが、もっとおすすめがあって、それが島エビのかき揚げですね。このかき揚げがすごく有名で、220円で注文することができます。肝心のうどんなんですが、麺の太さは不揃い。この自家製感がすごくいいんですよね。食べるとふわっともちもち感があるような食感でした。だしなんですが、見た目はちょっと濃そうに見えるんですけど、全然そんなことはなくて、いりこの風味が効いてる優しい風味の味でした。島エビのかき揚げはまずでかいですよね。そして衣がザクザク、島エビはバリッバリで食感が楽しめて、すごく満足感があります。ということで、ごちそうさまでした。次の店舗の方へ行ってみましょう。坂出山下さんでは天ぷらがすごく美味しくいただきました。それでは3店舗目は麺を美味しくいただけるところで有名な中村うどんさんです。中村うどんさんは結構近いところに2店舗あって、今回僕がおすすめするのはひらがな中村さんです。ということで、距離は11キロ、時間は20分で着くことができます。坂出山下うどんさんを11時40分に出発、そこから20分の時間をかけて中村さんに12時に到着、そこから1時間時間をとって15分かけて次の店舗へ向かっていきたいと思います。ということで、出発進行。さあ、それではひらがなの中村さんの簡単な説明の方させていただきたいと思います。まず食べログ、そして Google の点数なんですが、食べログ 3.74 点、Google が 4.1 点、そして定休日ですが火曜日です。ただし火曜日が祝日の場合は翌日の水曜日が休みの日となります。営業時間ですが9時から14時までとなっております。ただし玉切れ次第終了になるので早めに訪れるようにしてください。住所は香川県の丸亀市といったところにあります。最寄りの駅からは8キロほど離れていて、だいたい20分ぐらい歩く必要がありますね。そしておすすめのうどんなんですが、かけうどんです。これは小で230円で食べることができます。こちらは麺がすごく有名なんですよ。麺はいわゆる合麺ではなくて、かなり細めで柔らかいんです。でもコシがある軟体麺なんですよね。優しい喉越しの麺はかなり万人受けする味だと思います。だしはいりこが効いててすごく美味しいです。どんどんごくごく飲みたくなるような味わいです。ちなみにお店の外からは讃岐富士と呼ばれている飯野山が見えるんですけど、その山めちゃくちゃ綺麗なんですよ。香川県の山の形って珍しくて、ポコンと一つだけ山がお椀状になってたりするんですよね。それの一番綺麗なのが僕飯野山だと思うので、ぜひそちらの方も注目ください。ということでごちそうさまでした。次の店舗の方へ向かっていきましょう。さあ、それでは1日目最後の店舗4店舗目に向かっていくお店は白川うどん善通寺本店さんです。こちらのお店は令和になって改築したばかりなんですよ。距離は10キロ、時間は15分で着くことができます。ということで中村さんを13時に出発、15分の時間をかけて白川うどんさんに13時15分に到着、14時15分まで滞在して、これにて1日目のうどんツアーを終了とさせていただきます。2日目の動画は明日の20時にアップロードしますので、どうぞ下の概要欄から飛んでみてください。ということで最後の店舗へ出発進行。さあ、それでは1日目最後の店舗白川うどんさんの説明の方させていただきたいと思います。まず美味しさの指標になる食べログ、そして Google の点数なんですが、食べログ 3.73 点、 Google 3.9 点となっております。定休日は毎週火曜日です。
営業時間なんですが9時半から15時までやっておりますが、こちらも玉切れ次第終了となるので注意してください。こちら住所は善通寺市になります。最寄り駅からは3キロ程度、だいたい10分ぐらいで着くことができますね。そしてこちらのおすすめのうどん、かけうどんです。小を200円で食べることができます。安いですよね。肝心のうどんですが、麺はやや太めの平打ち麺です。コシは強い方ではなくて適度な噛み応えを感じることができます。だしも讃岐うどんらしくて、いりこの主張が強めの味です。やっぱかけうどんのだしといえば僕はいりこだと思っているので、すごく美味しいです。ちなみに高校野球が好きな方であれば聞いたことあるかもしれないんですが、人生学園という高校がすごく近くにあります。時間によってはその練習の掛け声とかが聞こえると思います。ということでごちそうさまでした。これにて1日目のツアーは終了とさせていただきます。それでは1日目のまとめです。うどんツアーいかがでしたか？これにて30代40代のうどん巡りツアー1日目を終了とさせていただきます。ちなみに今回紹介した店舗はもっと詳しい説明をしている動画もありますので、ぜひ下の概要欄の方から見ていただけると嬉しいです。それでは今回行ったお店のおさらいです。まず1店舗目に行ったのが池内うどん店さん、2店舗目に行ったのが山下うどん坂出さん、3店舗目が中村うどんさん、4店舗目に白川うどんさんの善通寺本店さんの方へ行かさせていただきました。今回の動画を見てうどん食べたいなって思っていただけた方、そして役に立ったなって思っていただけた方、ぜひぜひチャンネル登録、そして高評価をしていただけると本当に嬉しいです。あとこれはすごくお願いしたいことなんですが、もし友達にうどん好きの方とかがおられましたら、ぜひこの動画の存在のことを知らせていただけると本当に嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。コメントも随時お待ちしておりますので、どんなことでもいいです。気軽に何でも書き込んでいただければなと思います。それではヤグタウン、毎日20時に讃岐うどんの動画を上げているので、明日、明後日、これからも引き続き見ていただければなと思います。ということで、ヤグタウンでした。それでは最後までご視聴どうもありがとうございます。またね。雨上がりの赤い夕焼が綺麗で、俺はなぜかこぼれそうで歌ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは、ないめさっていう立ち上がりの線路。